中東で長く続く対立があります。それがイランとアメリカ合衆国です。両国は今も激しく対立し、世界情勢を大きく揺るがしています。しかしこの対立は突然始まったものではありません。その始まりは今から70年以上前の出来事でした。石油、クーデター、革命、そして人質事件、これらの出来事が積み重なり、イランとアメリカは敵対関係となったのです。今回はなぜイランはアメリカを憎むのか、その歴史を解説します。第1章、石油をめぐる争い。物語は20世紀初頭に始まります。1908年、イランで巨大な油田が発見されます。この油田は中東で初めての大規模な商業油田となりました。しかしその石油を支配していたのはイランではありません。それはイギリスでした。イギリスの企業アングロ・ペルシアン石油会社が石油利権を握ります。つまりイランの資源である石油から多くの利益を得ていたのは外国だったのです。この状況に不満を持つイラン国民が増えていきました。そして1951年、イランで大きな決断が下されます。イランの首相モハンマド・モサッデクが石油の国有化を宣言したのです。これはイラン国民から大きな支持を受けました。イギリスは強く反発し、あらゆる手段で対抗しましたが、結果的にこれが大きな国際問題へ発展します。第2章、 CIA によるクーデターの陽動。石油を失ったイギリスはアメリカに協力を求めます。当時は冷戦の時代、アメリカはイランがソ連側に傾くことを恐れていました。そこで実行されたのが1953年の CIA による秘密作戦、コードネームアジャックス。 CIA はイギリスの情報機関 MI6 とイラン国内でクーデターを支援します。デモや暴動を扇動し、軍を動かして政権を揺さぶりました。アジャックス作戦の主な工作活動は次の5つになります。1、世論を作るためのメディア操作。イラン国内の新聞、記者を買収し、モサッデクは無能、独裁者だと連日報道。2、宗教勢力の利用。イスラム正教者に資金を提供し、モサッデク批判の説教をさせる。モサッデクは反イスラムだという印象を拡散。3、義デモと暴動の演出。お金で共産主義の暴徒役を集め、暴動を演出させる。このままだと共産革命が起きると大衆に印象つける。4、軍の買収と内部工作。軍の将校に資金提供し、クーデターに参加させる。5、国王への圧力によりモサッデク解任の御事のリレーに署名させ、クーデターを合法化する役割にします。1度目のクーデターは失敗に終わりますが、2度目のクーデターでモサッデク政権は崩壊します。この事件は後に1953年イランクーデターとして知られることになります。そして1度目のクーデターの失敗により国外に逃亡していたイラン国王モハンマド・レザー・パフラビーが権力を取り戻したのです。第3章、王政とアメリカの蜜月。国王パフラビーはアメリカと強く結びつきます。アメリカは軍事支援、経済支援、武器供与などを行いました。イランは中東で最も親米的な国となります。しかしこの体制には大きな問題がありました。それは強い独裁政治です。国王は秘密警察、砂漠を使い反対派を弾圧しました。さらに急速な西洋化政策が進められます。これに対して宗教勢力や貧困層の反発が強まっていきます。第4章、イラン革命。1970年代、イラン国内では大規模なデモが広がります。その中心となったのが宗教指導者ルーホッラー・ホメイニーでした。ホメイニーは王政とアメリカを激しく批判します。1979年、ついに革命が成功し、国王は国外へ逃亡。そして政府により国外追放されていたホメイニーが帰国しました。こうしてイランはイスラム共和国となります。これは中東の歴史を変える出来事でした。第5章、
アメリカ大使館人質事件。革命直後、さらに衝撃的な事件が起きます。学生たちが在イランアメリカ大使館を占拠したのです。彼らはアメリカ人外交官など52人を人質にしました。そして事件は444日間も続きます。この事件によりアメリカ国内では強い反イラン感情が広がりました。そして両国の関係は完全に崩壊します。第6章。現在も続くイランとアメリカの対立。1980年代、イラクがイランに大規模侵攻を開始し、戦争となります。この時、アメリカはイランの弱体化と中東のバランスを維持したいとの思惑からサダム・フセイン率いるイラクを支援しました。その結果、この戦争は約8年間も続く消耗戦となったのです。さらに現在も経済制裁、核問題、中東の代理戦争などさまざまな対立が続いています。イランとアメリカの対立は単なる外交問題ではなく、70年以上続くさまざまな歴史の積み重ねの結果から起きています。そしてこの問題は現在の中東情勢にも大きな影響を与え続けています。あなたはこの問題をどのように考えますか？ぜひコメントください。